今度ですね、究極系というか、もう本当に見ないで受けるっていうのをちょっとやりたいと思います。一応もう僕目つぶって組み手するんで、見なくても相手の動きが読めるよっていうのを少しお見せしようかなと。組み手始め。こんにちは、空手家大上です。ですね、今回はですね、ちょっと質問でいただいてた内容で、流しができないとか、どうやったら、流せるんですかって、なんていうかね、察知ができないっていう、相談を受けてたので、自分がどうやってるかっていうものを簡単に解説するというか、大雑把なことを解説しようかなと思うんですけども、そうですね、パッと見達人っぽく見える技術みたいなことをちょっと皆さんに今からお見せしようかなと思います。うちの道場生だと、みんな経験してるんですけど、組手をする時に僕、一緒に組手をしながら指導するってことをよくやるんですけど、その時は組手相手を見ないっていうのをやるんですけど、なんとなく何をしているのかっていうのを最初に一遍お見せしようかなと思うんで、実際ちょっと軽く、ライトスパーリングしながらどういうことをするのかっていうのを実際にちょっとカメラでお見せするので、ちょっとお願いします。じゃあもうちょっとやってもらって、じゃあもう初めつけこれでいきましょうか。いいですか？はい。じゃあいきます。構えてやっていきますね。じゃあお願いします。ですね、今僕がやってたことというか、いくつか話せる範囲というか、表に出せる範囲でちょっと解説しようかなと思うんですが、基本的に、相手に必死になると視野狭窄って言ってもギュッと狭いところしか見えなくなっちゃって、当然その状態だと攻撃受けれないんですけど、ちょっと来てもらっていいですか。お願いします。人間って基本的にはもう180度ぐらいの視野が、あるので、構えている時に、こうじゃなくてこうしててもここまでは僕見えるんですよね。なので組み手する時に、もちろん全体を見てるっていうか、他の子たちを見るのでこっちに視線を向けてこうやって見てるんですが、ここの視線も捨てないみたいな感覚ですね。なんでこうすることで視野が広がるんで、正直これ僕の稽古にもなってます。それこそ組み手の時に相手にこうなってこうやってガンガンガンってやっちゃうと視野が狭めれば相手の攻撃も受けやすくなるので、僕自身の稽古にもなるので、こう構えててこうやって組み手するんじゃなくて、こういう形で組み手してこうやってやってれば別に、なんか出されてもこっち見ながらでも組み手できるので、こんな形で基本的にはその視野を狭めないっていうのはめちゃくちゃ大切になります。あとは、人間の意識って攻撃しようとする自分に向かってくる攻撃意識っていうんですかね、要は悪く攻撃、自分に危害を加えようとする意識っていうんですかね、そういうのってかなり人間って敏感なんで、感じ取ろうと思ってれば結構感じ取れます。なのでじゃあちょっと体験しますか。多分やったことないと思うんですけど一回ちょっとカメラの方見ていただいて、これ僕が手振ってるのが見えます？今見えます。今見えます。はい。で、カメラの方に目線は持ってってるんですけど、こちらも常に気をつけておいてください。はい。で、この状態で、じゃあ僕が動いたらそれをなんか避けるっていう動作いきますね。はい。ちょっとあれですかね。はい、いいですか。いきます。そう。
ますね。そうそうそうこんな感じです、感覚としては。なんとなくわかりますか？わかりました。これをなんとなく見えこれをどこまではそうそう、これを意識を強くして練習していくと精度がどんどん上がっていくんで、それを僕がやってるって感じです。おすありがとうございますで、そうですね、これができるようになると当然構えてて、相手が1人の時だったらもうこうやって視野広げてたら相手の全体当然足のこの辺まで見えますし、こう見ててもわざわざこする必要ないので、そしたらここも見えるしここも見えるしで、こういう状態で組み手してるとちょっと構えてもらってで、例えばですよ、じゃあ、じゃあやってもらった方が分かりやすいですね。ちょっと構えてもらってじゃあ僕のお腹見てもらっていいですか？でお腹見てもらって、僕このパンチ打つんで、受けてもらっていいです？ここ手めっちゃ集中してくださいね。いいですか？いいですか？これ多分避けれないんですよ。でいいっすか？これ多分避けれないんですよ。でこれ今度ちょっと僕の、視線上げてもらって、こうしっかり全体捉えてもらっていいですか？はい、この状態で、そうですね、そうです。こうすると、でこうすると浮きやすいですよね。こうやって一点じゃなくてこう広く見ることでこう捕まえてます。例えばですけど、この状態でこれ今何出るか分かります？そうですよね、これフレームが一瞬ピクって動いただけでもうなんなら重心移動ミリ単位でこうやって分かりますよね。これでカメラで分かるかどうか分かんないですけど、ちゃんとこうやってフレーム捉えるようになるとこの動作にもこれ気づけるようになるので、これが受けでめちゃくちゃ大切なまず視野かなっていうので参考にしてください。でちょっとここからは本当はこれ以上にもどんどん受けの精度を上げるっていう方法があるんですけど、ちょっと実際見せたいと思います。じゃあ今度ですね、究極系というか、もう本当に見ないで受けるっていうのをちょっとやりたいと思います。一応もう僕目つぶって組み手するんであんまり長時間はできないんですけど、見なくても相手の動きが読めるよっていうのを少しお見せしようかなと思います。でちょっと多分アップで僕の顔を撮っといてもらわないと目つぶってるのがわからないっていうのと、僕も目つぶるとカメラがどこにあるかわからなくなっちゃうんでちょっと近めてお願いしようかな。じゃあ木ぐらいの方がいいですかね。僕目がこうやってつむってて、そこで画面で分かれば OK です。もう上半身しか映ってない状態でも大丈夫ですか？まあそれでも大丈夫です。もう撮ってます？撮ってます。じゃあフートをじゃあ構えて始めようってもらっていい？構えて始め。こんな感じで目をつぶって受けるっていうこれってつむられてる方ってどんな感じなんですか？やっぱり多少表情とかでなんか来るのをこっちも多少予測するんで、もう何考えてるかわからないんで分かんないです。あんだけ打って多分まともに当たったなっていうのを一発か二発ですよあんだけ上手って始め。ちょっとこれのなんで受けれるかは YouTube だと公開できないので、ちょっと後ほどあれここは道場だけであれなんですけど、これもあれですね、ちょっとした技術ではあるんですけど、正直僕もその技術を使わなかったら多分ボコボコにされるんですよ同じような動きでも。
なんで、ちょっとしたことでもそういうことを知ってるとさっきみたいに視野を広げるのもそうですし、ちょっと今公開できないですけど違う技術とかを使うと相手目を閉じてでさえ受けれる状態で目を開けて相手を見て組み手すりゃそれはもらわないよねっていうで相手の行動とか事前に分かったりとか操作できたりするようになると当然流したりとか、蹴りもそうですけど流したりっていうことが可能になるので、ちょっとそんな技術を使ってますよちょっとリアル道場とかオンライン教室のみの技術にはなるんですけどこんなこともできますよとこれはもう本当に技術だけなので知ればある程度のレベルの相手だったら可能になることです。僕がいるのが分かれば、はい分かります。なんかしました。これそうなの？マジで？相手の重心操作で僕らがやってる、意図的にやってる重心操作、相手の重心上げるとか、今のヒントをもらって研究したらもうちょっとなんか精度は上がるかもしれない。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。ちょっと今回は視野を広げるっていうのもめちゃくちゃ大切な技術なんで、そこは皆さんも使っていただければなと思いますが、ちょっと目をつぶってのを受けれるっていう技術に関してはすみません、その精度までを上げるっていう技術に関してはちょっとYouTube では公開できない技術になるんで、知りたい方が概要欄からオンライン教室検索してみてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これから毎週金曜18時に、原稿がないとダメですねちょっと待ってくださいね。もう一回いこうな。よし。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。毎週金曜18時にあかんな、わからん、忘れちゃったなんて言ってたっけ。そう、必ず強くなる。毎週金曜18時に配信してますので、動画の内容が良かったらいいねボタンのチャンネル登録して、これからの空手国立の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。もういいやさようなら。今回は実際の組み手の中で攻撃が当たるか当たらないかを大きく左右するポジショニングの習得方法について解説していきたいと思います。ポジション技術を習得したいならまずこれからの3選ですね。1つ目、間合いの有効性を知る。2つ目、片手外ポジションの有効性を知る。そして3つ目ですね、